君は自宅へ帰る途中、命を落とした。交通事故だった。死人が出てしまったこと以外は、まあよくある出来事だったよ。痛みはなかった。救急隊員は懸命に救助活動をしてくれたけど、無駄だったね。君の肉体は完全に飛び散っていたし、逆に死んでいてよかったと思うよ。そうして今ここで、こうして私に会ったというわけだ。一体どういうこと？ここはどこ？だから君は死んだんだよ。私は冷静に君に答えた。今更言葉をオブラートに包んでも意味ないからね。トラックがスリップしてきて、その通り。僕、死んだんですか？そう。でも気を落とさなくていい。誰だっていつかは死ぬんだ。君はあたりを見回した。何もなかった。ただ君と私だけ。ここはどこですか？死後の世界ですか？まあそんなとこだね。あなたは神ですか？当たり。僕の妻や子は？彼らがどうしたの？無事でしょうか？気になるんだね。と私は言った。自分が死んだばかりなのに、一番に家族のことを気にかける。とっても良い心を持っているね。君は興味深そうに私を見ている。君には私が神のように見えないようだ。どこかの男性か女性のように見えているんだろう。はっきりしない姿形だからね。気にしないで。君の家族なら大丈夫。子供たちはいつでも君のことを思っているし。君が早く行ってしまったことで軽蔑することなどないだろう。君の妻に関しては、まあ泣いたりもするだろうけど、でもね、本心では密かにほっとしている。実を言うと、君たちの関係はもううまくいっていなかった。こんなこと言って慰めになるかわからないけど、奥さんは君がいなくなって内心ほっとしていることに後ろめたさを感じているよ。そう、そっか。それで僕はこれからどうなるんですか？天国か地獄へ行かされるんですか？違うよ。君は転生するんだよ。転生？じゃあヒンドゥー教は正しかったんですね。すべての宗教が正しい部分もあり、正しくない部分もありってとこだね。まあちょっと歩きながら話をしよう。君は虚無の心で私についてくる。どこへ向かっているんですか？特にどこへも向かっていないよ。立ち止まって話すより散歩しながらの方が楽しいでしょ。これから僕はどうなるんですか？生まれ変わったらまた一からやり直しってことですよね。赤ん坊から。僕がこれまでに経験してきたことや人生での出来事はすべて無駄だったんでしょうか？
そうじゃない。前世の記憶っていうのはね、全部君の中にあるんだよ。ただ、思い出せないシステムになっているだけなんだ。足を止めて、私は君の肩にそっと手を置いた。君の魂は、君が思っている以上に美しくて、高尚で、果てしなく広大なんだよ。ただ人間の体には、その広大な魂のごく一部しか収まらないんだ。例えば、水が熱いか冷たいかを知るために、指先をコップに入れるように、君という広大な魂のごく一部を、人間という小さな器の中に入れているに過ぎないんだ。そしてその器から抜け出したとき、今までのすべての魂の経験が君に戻ってくる。根性の君は48年もの間、膨大な意識に触れる機会がないまま、人間という器の中で生きてきたから忘れてしまっているけど、しばらくここにいれば、すべてを次第に思い出していくよ。まあ人間として人生を生きている間は、誰もが前世のことを思い出せないようになっているんだけどね。一体、僕は今までに何回くらい生まれ変わったのでしょうか。それはもう何度も何度も何度も、数えきれないほどの命を生きたよ。そして今度は、西暦540年の中国に住む女性の百姓として生まれ変わるんだ。え？ちょっと待って。過去へ戻るんですか？まあそういうことになるかな。ただ、時間というのは、君の生きる宇宙にしか存在しないものだから、私がもともといた場所では、あまり馴染みがないけどね。あなたはどこから来たのですか？私は、どこか遠いような、近いような、別の世界から来たんだよ。そこには私のような存在が他にもいて、どんな場所なのか説明してあげたいんだけど、きっと言葉で言っても理解できないだろうね。ああ、君はそれを聞いて少しがっかりした。でも、何度も別の時代を行ったり来たり生まれ変わっていたら、いつか僕自身に出会ったりしないんですか？もちろん、何度も会っているよ。ただそれぞれが自分のことしか知らないから、出会っても気づかないだけなんだ。じゃあ僕たちは何のために生まれ変わるんですか？私は君の目をしっかり見つめてこう言った。私がこの宇宙を創造したのは君に成長してもらうためなんだ。それは人類の成長ってことですよね。いや違う。君だけだよ。君だけのためにこの全宇宙を創造したんだ。いろいろなバージョンの命を生きて経験することで、より大きく偉大な知性を得てもらうために、僕だけ？他の人たちは？他には誰もいないんだよ。宇宙には君と私だけ。君は何も言わず、ただ呆然と私を見つめる。でも、地球上のすべての人たちは？だからそれもすべて君なんだよ。すべてが君の生まれ変わりなんだ。
僕が世界中のみんな、やっと分かってきたようだね。僕がこれまでに地球上で生きてきたすべての人間。そう。そしてこれから生きていくすべての人間。エブラハム・リンカーンも、彼を撃ったジョン・ウィルクス・ブースもね。僕はヒットラーでもあったの。君は愕然と言った。彼によって殺された数百万の人も。じゃあ、キリストも？彼が本当に実在したなら、そうなるね。君は沈黙した。だから君が誰かに危害を加えるとき、君は自分自身の魂を傷つけていたんだ。誰かに優しくするときは、自分自身に優しくしていた。全人類がかつて経験した喜びや悲しみは、すべて君が経験したことなんだ。君は長いこと考えていた。なぜこんなことを？それはいつか君が私のような存在になるため。君はそのために存在しているんだよ。つまり私と同じ、いや、私の子供と言った方がいいかな。まさか、君は信じられないように言った。つまり、僕は神様ってことですか？いや、君はまだ胎児の状態で成長を続けている。全時代の、全人類の命を経験したとき、そのとき、やっと君は生まれてくる。それじゃあ、この宇宙は、僕の卵？私は言った。さあ、次の命に進むときだよ。途中まで連れて行ってあげよう。